人人お日様の戸口人人八百万この世の中に800万ほど溢れ返っている照明器具あの手この手で照らしてくれるなるほど便利な照明器具テクニックメソッドレクチャーセミナーノーレッジトレーニングいろいろあるね八百万多すぎ800万多すぎ人工の照明アーティフィシャルライト照らせる範囲が限られているね人工の照明アーティフィシャルライト電池が切れたらはいもうおしまい人工の照明アーティフィシャルライトお日様が昇ればお役目ごめんさ人工の照明アーティフィシャルライトお日様はいつもたった一つで照らす範囲広い寿命やたら長い人人お日様の戸口人人お日様の戸口これからはお日様の戸口になって自ら照らす自ら晴らすなんてのはどうだいこの世界トレジャー実際ナチュラルライトナチュラルライトで全部オーライトやっほートレジャーじいさんだよ詩人でダンサーだよ信州長野県信州信濃の国から発信しています信州信濃の新そばを手打ちでこねて切って美味しくいただきながら発信してます本日のトレジャーは源のすべ源のすべマッチたこれ縄文時代の昔からずーっと神よから受け継がれてきた宝かもしれないですねえ今週は人類の特徴から話が始まった人類には3つの特徴があったそれはまあ今同じ特徴もちろんわしらは現に生きてるわけですよ言葉使って喋ってね普段からね言葉でコミュニケーションしながら2本足で歩き回ってねそれで道具を使って道具を生み出して道具を次の世代に受け継いだりしてそうやって人類として暮らしてきたその3つの特徴ゆえに人には弱みと強みが生まれた弱みこれは放っておくと公害みたいな大きな闇を生み出してしまう、ね、体の中にも闇が生まれてしまう苦しみ悩み痛みだねその苦しみ悩み痛みに対抗するというか苦しみ痛み悩みをスンと消してしまうのに昔の人たちはずっと工夫に工夫をそりゃ重ねるわなだって人類の特徴変わりはねえだものずっともしスペースシャトルで別の国で暮らすようになったとしても人類の構造ってそんなに変わりはねえだよ相変わらず3つ特徴は基本的に3つその3つが文化のベースになってるだったら文化力をもっと楽しく面白おかしく心地よく文化力を上げるにはどうしたらいいかっつったら強みを生かして闇を晴らして文化の源をすっきりしっくりはっきり楽しんでいけばいいだよ源これ何かねこの源をそのまんま生かしているのが誠のる地の道通す命の道を通す棚心を添える少しずつ見えてきたんじゃないかなここまでの1ヶ月でここまで1ヶ月のね配信全部視聴してくださった方もう見えてきたんじゃないかなああどうやらこういうことらしいしなんかすでに知ってた気がするそう実はねこんな3つの宝を知らなんでもたまちどすっつうんだかなこう楽しくて面白おかしくて心地よくしかもねコンスタントによ浮き沈みがあるわけじゃなくてコンスタントに楽しく面白おかしくそして心地よく暮らしてきた人たちってのは結構たくさんいるだよ何かをな田舎でもしかしたらなじいちゃんとかばあちゃんから継いでこういうことじゃねえかいって工夫しながら勝手にこの町田度数みたいなものを上げてきただ勝手に3つの宝を発見してな勝手に楽しく面白おかしく心地よくこの生きてきただよ文化の源エッセンシャルでベーシックなところを抑えてた人たちだね独力であるいはいろんな人たちのおかげで
だでせっかくだでもっとどういうことだか、この文化3つの、源になっている源のすべっちゅうのはどういうことだかつうことを詳しくこうシェアし合えたらって思ってるだよ。民度上がる人類のこう底力上がるこれ取り戻しゃ源のすべって呼ばれてただね。この3つにはいろんな呼び名があったな。どうやらな三草三宝って呼ばれたりな、これ三宝って略してはわしら呼んでるだよ。三宝、海外でも三宝で実は通じるだ結構。それから源のすべみたいにも呼ばれてきた。Origin of all the magic ってこと。すべっつうのはすべてをこう統一することを滑るっていうだ。国を統一することを、その国を滑るって言ったりするだよな。すべてを滑る、これはなテクニックっていう小手先のテクニックとは違うだ。マジックなんだわ。命丸ごとと結びついてる、生活丸ごとと結びついてる、人生丸ごとと結びついてる、そういうテクニックは、これテクニックって言わないでマジック、すべっていうだよ。すべ術だわな。中国語で言うとこの術、ライフと生活と生命と人生とライフと結びついてるだよ、一つにな。しかも源、あらゆるマジックの源、その源を1年かけて身につけてもらえたら嬉しいだよ。源だでね。まあ調べてみりゃわしもいろんな音楽、いろんな踊り大好きだもんで、調べるまでもなくいろいろ身についたりするだよ。で世界中あちこち回ってかつてはマルチアーティストやってました。いろんな国でビエンナーレだとかトリエンナーレだとかカトリエンナーレだとか、そういう芸術フェスティバルに招かれていろんな天才アーティストたちとコラボして、そういう30代を過ごしてきただよな。そうすると残ってる。確かに皆がこれは心地よいっていう思うこと、これは楽しい、これは面白いって思うことの中にはな、確かにちょっとだけかけらが、このマチタのかけらが残ってたりしただ。でこのマチタは別名タマチ。わしがなんでマチタって言ってるかっつや、これから先出てくるな。神楽ではマチタっていう順番で受け継がれてきただよ。これはまたな、機会があったら他の時に後で説明するで、なんとなくこれまた思い出してもらえたらと思うな。マチタっていう順番で宝を開くとめちゃめちゃ効き目がある。これをな、神楽っていう伝統行事の中で昔の人たちは小さな頃からずっと受け継いできただ。そして年を取ったら確かにこのマチタを神楽の中で歌で踊りで言葉で神楽で次の世代に受け継いできただ。この三宝コードみたいな誰もが納得証拠がまたそのうち登場するのでお楽しみにね。ポイント、今日のポイントは一つ源のすべ、二つ神楽と祭り、三つ目これをな生活習慣として日ごとの当たり前の癖として取り戻そうってことなんだな。せっかく源だでね、あらゆる文化のオリジンだでね、これを身につけて心得て知ってしまったら、そりゃどんなことにだって応用が効きますね。源のマジック、オリジンだわ。これがオリジナルだ。文化のあらゆる心地よい文化のオリジナルなんだ。身につけた方がいいぜな。二つ目、これを受け継いでいくのには昔の州は神楽祭りを用いてただよね。祭り、きっとわしも今までもそうだったし、これからも祭りみてえなやり方で受け継いでいくことになると思え。そして三つ目、これをな日頃からの生活習慣として取り戻すな。大変な生活習慣病っていろいろあるな。そんな生活習慣病なんてもな、命の力を開いていたらな、もうちょっと細かく言うと、ここの能力開いていたら、こ
ここの能力開いていたら、センターだね、今センターの話してるね、能力のここの能力開いていたら、他で開いていたら、たちまちだって、ばあちゃんが言ってた通りだって、闇晴せるしな。生活習慣として、癖として、最も人類の文化のエッセンシャルなところを、もう理屈とか思想とかんなものいらねえで身につけちまえばいいだよ、心得ちまえばいいだよ、知って、当たり前だ、当たり前にいつでもこの3つの宝をパッカンオープン開いてるっていうところまで癖として身につけちまえばいいだよ。ここまで1ヶ月ずっと視聴してくださった方、本当にありがとうございました。これから少しずつ1年ぐらいかけて少しずつ誠のるっちゃどうすりゃいいだか地の道通すっていうのは、なんとこんな方法もあっただかや。棚添える、棚添える元にはやっぱりこういう習慣を身につけた方がいいだなみたいな、もう少し具体的な細かい話もたくさん出てきます。これから始まる11ヶ月、まずは11ヶ月分のシナリオを用意してあるだよ。もう何としてでも人類みんな、全人類と分かち合う宝を知ってるもんで、開いてきたもんで、だって日ごと習慣として身につけていってもらえりゃと思います。また来週お楽しみにね。出揃いましたね、3つの宝。昔ながら人類が人類ゆえに、得てしまった弱み、こう3つの人類の特徴ゆえに生まれてしまったこの4つの弱みをやり過ごして、楽しく面白おかしく心地よく晴れやかに暮らしていく大昔ながらの術、生活習慣あったんですね。こんなことがね。まずは、心地よい方を取り戻さんとも、先へ進めないので、まず元旦からは心地よい方へ、ひたすら心地よい方へついつい動いてしまうのを癖にするというところから始めてね。で、心地よい方へ動けるようになってくると、ようやく心地よい下地、足元、日ごとのその暮らしのモチベーション、そして心地よいビジョンも見えてくるのではないかと。で、準備運動みたいなことをしていただいた上で、誠のる入っていったんですね。誠のる。そして、少しだけ今週登場しました棚心を添える。棚添える。棚添えるってね、私は小さい頃からずっと、御親様、ご先祖様、野々様にご飯、お味噌汁を信ぜて、そしていただくっていう係をしてきたので、ばあちゃんにこう言われてですね、その棚の上に神棚がある。その神棚にご先祖さんどうもありがとうね、おかげさまでって言ってご飯を備えて、お味噌汁を備えて、そこまでちょっと軽く段みたいのを登っていってね、わし小さい子供だったからね、そしてこう高く掲げて神棚の前に備えて、そして御礼を言って、いやー本当おかげさまで嬉しいな、美味しいご飯嬉しいなっていう、そういうお祈り的なフィーリングの時間を持った後で下ろしていただくんですね。下ろしてその糧をいただくんですね。ご飯っていう糧だけではなくて、この宇宙の糧というか、言葉の糧というか、心の糧というかを同時にそうやっていただくわけですよね。でその時にね、その棚添えるってそれ言われてたもんで、ばあちゃんから、これ棚添えるっつうこと、じゃあ棚添えてなって言って、わしが棚添えてただよ、そうやってね、御親様にご飯をこう棚添えてただよね。なのでわしどういう意味だか、多分棚の上にわしが据えるもんで、だって棚据えるだと思ってただよね、その頃はね。それで後に分かったから、棚心、据えるじゃなくて添える、添えるだったかな、棚心を添える。
棚添える。ね、誠のった通りを命の道に通して棚心から出入りさせる。四六時中これがもうできてたら極意。人生極めつけハッピー、ジョイフォー、ラブリー、クリエイティブ。そんな術なのでね、やっぱり少しでも早く広まっていってくれたらね、嬉しいね。これ YouTube でわしはまあ晒し者になってるだよね。こうやって晒し者になるでわしが、まあその顔が自分的にはちょっと今一つっていう方は申し訳ないです。それは仕方ないもんで、こういう顔に生まれてるもんでね。でもその顔がドンピシャだっていう方は、来たっていうわしの雰囲気というか顔がドンピシャな方は、それもぜひ自分だけに留めておかねえで、あなたの魅力を活用して、あなたならではのわしとは違う魅力を活用してね、周りの人たちとシェアしてもらえたらと思います。この動画をね、シェアして取り戻せたらと思ってるだよね。3つ宝ね、3つの宝を、この3つの宝を取り戻す、ためだったらわしはもう何でもするってずっと言ってきたし、もし33人の人がこれを求めているんだったら、もう世界中どこにでも出向きますって言って、実際その求めてもらってあちこち出向いてきただよね。何でもするで、これ取り戻せるんだったら皆がそっちに向かってわしは何でもするで、だってほんと裸踊りぐらいは平気ですから、何でもします。ようやくこういうやり方があるってことに気がついて、今までの怠慢を恥じております。ねえ、YouTube これ2年3年ってずっとこうやって発信してたら使い慣れてきて、YouTube なりの発信の仕方っていうのが身につく、心得る、知ることができると思うだよ。それを怠ってただね、どっかでね。これからはそれ取り戻そうと思って、これまでの遅れを取り戻そうと思って、もう見たから知らねえのは知らなかったもんでしょうがね。胸がペコペコで頭の中の奴隷制度になって、半径ポツンと命を使い捨てていても、それは待ちた欠乏症、見たからを知らなかっただでしょうがねえだわ。ってこれからは言ってられねえだ。もう情報これどんどん広げていけるもんでね、その気になりゃ。だってどうかよろしくお願いいたします。わしの、代わりに誰かがしてくれるんだったらその方にお任せする。それがどうもわしの代わりにこの、見たから世の中に開いていくっていうのね、これをここまで楽しんで全身全霊盛り上がってできる人っていうのが他にいねえだどうやら。そりゃそうだわな。私はもうずっと開いて生きてきたもんで、開いて暮らしてきたもんで、もう身に染みついてるし、心に得てるもんで、何聞かれたって見たからについてだったら、命についてだったら、生命生活人生についてだったら、相手に応じて3秒で答えプイッとも出せるだよ。見たから開いてきたもんで、命にとってどっちが心地よいだか長い目で見て、お互いにこっちが心地よいって方がふわっともう3秒で癖になってるもんで出てくるだよ。でそういう風になったら本当にみんなお互いに楽だと思う。だってシェアしよう、みんなで見たからシェアしよう。どのシェアしちゃっていいからね。一緒に参りましょう。来週の予告、来週は改めてのびーの世界に戻っていきます。もうせっかくね、誠のる、棚添える、ここ、なんとなくどういうことか分かったような気持ちになれたと思うので、そのまんま改めて伸びを朝ごとにしてみよう。朝目が覚めた時に伸びをする。実はこんな伸び方をするとこんな風にお得、こんな風に人気が出る、こんな風に勝ちモードに入れる、勝てる、こんな風にお得だよ、こんな風に素敵だよっていう伸びの仕方を徹底解説。それも誰かの感覚だとか誰かの好みに従ってではなくて、人類の構造はみんなこうなっているので、生態的にというか医学的にというか、具体的にこういう伸びをするとこんな症状が消えちゃったりするんですとか、こんな症状に陥らないで済むんです、そのポイントを一応頭でも知っておいた方がいい。知っておいたらシェアできるから知っておいた方がいいね。白くはっきりさせたらお互いにこうやってシェアできるから、
それが自分だけの感覚だとか自分の好みだとか何となく言葉にできないままに、知ることができないままに、ただ気持ちいいだけだったらこれシェアできないんだよ、お互いね。人類は言葉でシェアし合っていった方がいい。心地よいことをシェアし合っていった方がいい。どうしたらそんなに心地よくなれるのか、どうしたらそんなにお得で素晴らしい気持ちになれるのか、どうしたらそんなに健やかで、どうしたらどんなことをしたらそんなにウェルシー豊かになれるのか、それシェア しちゃった方がいい。誰も損しない。これは誰も損しないということで、朝伸び、こんな伸びをするとこんなことに効く。お薬飲む前にこんな伸びしてみたら、それはこんな具合に効くよ。やる気が出ないっていう時に、命の底からやる気を出すのはこんな伸び。頭がもやもややみくもになっている時に頭をすっきりはっきりさせるのにはこんな伸び。ちょっと最近色気っていうかモテ度が足りへん気がするなっていう時に、それはこの手がある。こんな風に伸びをするとモテ度が上がる。色気が程よく高まる。なんだか最近不安心配が多くなっちゃって、もうちょっとなんかゆったりリラックスして安心していられたらなって思う。はい、そういう伸びの仕方あります。こういう風に伸びをすると自動的に呼吸が深くなって安らかな心地になります。そして多くの人との人間関係、もともと備わっている通りカリスマ性が備わっている人は、人と接するときにそのカリスマ性を閉ざしておかないで開いた方がいい。親分肌の方はその親分肌のところを押さえつけているよりは、大勢の人と関わるときにその親分資質を全開にした方が、自分も相手もあらゆる人にとって心地が良い。そういう、多くの人と関わっていくエネルギーを全開するにはどういう伸びをしたらいいのか、これを生態的にはっきりさせようじゃねえかというのが来週ですね。で、始まりのわずか1分の間に1週間で身につけることの全部のレジュメっていうんですか、サマリーっていうんですか、英語でまとめ、整理したまとめを一気に、これわしが、小さい頃からたしなんできた詩吟によってお伝えいたします。詩吟というのは何かと言いますとですね、リズムに乗って、ミュージックなつもりで何かポエティックなことを、ポエジアを語るのであります。この詩吟によって最初に1分で、腰骨の1つ目、腰骨の2つ目、腰骨の3つはどういう機能を持っていて何に効き目があるのか、それを1分で一気に解説するというポエム、ポエトリー、ポエジア、詩の朗読、いわゆる詩吟がありますので、そのあたりもどうかお楽しみに。来週どうかお楽しみに。この音声を聞いているのが土曜日曜ではなくて、実は月曜だ、月曜になって初めて聞いたぞという方はどうか今週をお楽しみに。そしてこの音声をわしがこっちで収録した10年後20年後、あるいはスペースシャトルの中で200年後に聞いておられるという方は、もうまとまって全部流れできてますので、最初の方からずっとぜひ通して視聴してみてください。それはもう後でまとめてスラムダンクの一気読みをする人の特権ってわしね、スラムダンクのファンから言われた。一回一回をもう興奮して大事に笑い泣きしながら読んできたスラムダンクをトレジャーじいさんは一気に読んだだと。一気に読んだら脳内に何が起こるんじゃーって、そのスラムダンクファンに囲まれて大騒ぎを聞かせてもらいました。一気読みしましたね。200年後2000年後、この音声を聞き返すあなたです。あなたね、この音声を聞くために日本語を学んだかもしれないあなた、一気に通して聞いてみてください。そして聞いてるだけでは始まらない実用やってみよう系 YouTube チャンネルですので、自らやってみる、試してみる、そして自らこの快美悦楽感、一言で言うと心地よい、楽しい、面白い、この快美悦楽感をぜひ体感、実際に体感、実体感していただけたらと願っております。さようなら未来人。そして、リアルにね、これね、時系列に沿ってリアルタイムで聞いちゃえるあなたはとってもラッキー。
先駆者になってくだものこれから。